こんにちは、ウォッチミックスです。今回はカナダのマイクロブランドフルークス様とのコラボレビューとして新作 FLX003 を時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このフルークスという時計ブランドなんですが、ヴィンテージのダイバーズウォッチをインスパイアしたクラシカルなスタイルの腕時計をラインナップしていて、人とは違う腕時計を楽しみたい、そんな時計マニアな方に刺さる新進気鋭なマイクロブランドの一つになります。また価格もお手頃価格になっているので、サブの腕時計としてマニアックな一本を楽しみたいっていう方にもお勧めできます。今回ご紹介しているモデルはヴィンテージのスタイルに横幅 38mm と小ぶりになっていて、今の空間にぴったりな一本になっているので、今趣味的な腕時計を探しているんだけど、これっていう腕時計に巡り合えていないんだよねっていう方は、ぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですけど、それはこれは男の子の気分が上がるやつだなって、そんな感じありましたね。古い冒険映画の主人公がつけていそうな、そういった感じがすごくいいんですよね。ヴィンテージっていうか、ちょっと古臭いっていうか、独特の味わい、独特のオーラ、すごくありますね。また小ぶりな38mmサイズになっていることで、大人がさらっと楽しめる、そういったサイズ感になっているのもすごくいいところだと感じました。その腕時計としては決して高見えするような、そういったデザインにはなっていないんですけど、そのチープさがある程度あって、そこがまた楽しいところだと思います。まだまだ冒険をしたい、そんな大人の方におすすめしたい一本だと、まずは第一印象では感じました。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューする FLX003 なんですが、公式サイトにも書かれているんですけど、デザインについてはオマージュデザインですね。オマージュのベースはオメガの C マスター300、この初期モデル、50年代のモデルと、あとは1960年代のビッグトライアングルと呼ばれているイギリス海軍に納品していたその後期モデルかな、そのモデルをミックスしたオマージュデザインになっていて、時計に詳しい方だったらそのデザインソースが C マスター300になっているのがすぐにわかると思うんですけど、そこがまたニヤリとさせる部分だと思います。こいつはみたいな感じかな。オマージュ系の腕時計っていうのはただやっぱりその生粋の時計マニアの方には受けが悪いかもしれないんですけど、そのデタラメというか突然変異というか、そういった違和感を楽しむのも全然ありだと思っています。デザインのポイントとしては、ケース、自噴芯、ベゼルにおいては C マスター300の初期モデル、50年代後半のモデルですかね、イメージしてあって、あとは文字盤のデザインですね。ここはビッグトライアングルと呼ばれている1960年代後半の C マスター300からインスピレーションを得ているそうですね。いわゆるその昔のヴィンテージウォッチをそのまま復刻したようなオマージュデザインではなくて、スタイルをミックスさせてある、あとはその年代をミックスさせている、いわゆる私がよく言うんですけど世代ミックス、そういったデザインになっているのがどこか癖のあるスタイルに仕上がっていて、これがなかなか面白いんですよね。自噴芯は個性的なブロードアローの針になってますね。その場の光加減でシルエットがキラッと輝くのも雰囲気あるんですよね。ただこのブロードアローの針っていうのかな、このデザインっていうのは好き嫌いあるかもしれないんですけど、ただこれだんだんと癖になっていくと思います。好きになると思います。針とインデックスにはオールトラジウムと呼ばれるヴィンテージカラーの蓄光が入っていて、これもいい味わいになってます。文字盤のデザインはやっぱりこの何といっても12時位置にあるビッグトライアングル、これがパッと目に入ってきて、とにかく印象的ですね。ぐっと押し出し感があって、いかにも冒険的なツールって感じがすごくいいと思います。この見せ方個人的に、めちゃくちゃ好きですね。そしてベゼルなんですが、一見普通に見えるんですが、カウントダウンベゼルになってますね。いわゆるタイマーとして使うようなベゼルになってます。クリックなしの両回転式になっているのが、ここも古めかしくて面白いところですね。またそのベゼルに書かれてあるフォントっていうのが華奢な感じで、これもヴィンテージな感じ、うまく表現していると思います。最近っていうのは昔の腕時計、ヴィンテージの腕時計を現代的、都会的にアップデートするっていう腕時計多いんですけど、
そういったところをせずに、わざとだとは思うんですが、チープ的なスタイルにまとめてきている。このアプローチっていうのはすごくね、新鮮な感じがあって良かったですね。ケースに関してはスマートなフォルムになっていて、厚さっていうのはそれなりにあるんですけど、ラグの部分がぐっと下がってきているので、着用感すごくね、良かったですね。1日つけていても全然ね、楽ちんでした。ストラップに関して言うと、時計がね、ヴィンテージスタイルなのに、突然現代的なナイロン系のストラップついてるんですよね。そのストラップにおいては海洋プラスチックのリサイクル素材で作られているそうなんですけど、最初どうしてこんな現代的なストラップつけてるのかなって疑問に思ったんですけど、それにはね、理由がありました。公式サイトの違うモデルですね、 FLX001 とかのページを見てみると、ストラップについて簡単にね書かれてるんですけど、そこに書いてあるのは、あなたがたくさんのストラップを持っていることを知っていて、あなたの生活を楽にしたかったからですと書かれています。要はこのね、フルークスの時計を探すような、マニアックな、ね、方は、もう時計何本も持っていて付け替え用のストラップ持ってるでしょうと。要は自分好みにストラップ変えるんでしょうと。だからこそ、最初についているストラップはコストをね、あまりかけないでリサイクル素材のエコストラップになってる。そういったところなんですよね。こういったところはこのね、フルークスっていう時計ブランドがマニア目線で腕時計を作っていて、すごくね、好印象でした。時計マニアのことね、分かってるなって思いました。私もね、やっぱりね、ストラップ交換派なんですよね。時計全体の、トータルのデザインとしては、いかにもね、正統派のヴィンテージウォッチですっていう感じではなくて、先ほども言ったんですけど、いい意味でチープな感じ伝わってくるんですよね。あまりその手を入れていないっていう感じ、それがね、すごく独特な風合い、独特なオーラになっていて、これね、いい感じでした。勝手なイメージでこの腕時計のイメージを伝えるとすると、優雅にね、旅をしているような大人がつけている腕時計では、全然なくて、もうね、ベコベコにへこんだようなジープでジャングルの道なき道を走っているような、そんなね、大人がつけている腕時計、本当の意味での冒険系のツールウォッチ、そんなね、イメージありましたね。うまくは言えないんですけど、そのチープさ加減っていうのかな、そういったところがすごくね、好印象でした。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していこうと思います。ムーブメントは自動巻き機械式のムーブメントが搭載されています。搭載されているのはセイコーの NH の 38A ですね。ベーシックなムーブメントには違いないんですけど、信頼性も高くて、ここはね、これで十分かなと思います。またね、味わいのある秒針の動き、チキチキチキっていう秒針の動きを楽しむんだったら必要十分ですね。そしていいのはサイズですね。横幅が小ぶりな 38mm、アンダー 40mm になっていて、ヴィンテージのスタイルと絶妙にマッチングしていて、すごくね、つけやすさもあって良かったですね。そして一つだけ、気になる方も多いかと思うんですが、ガラスにおいてはヘサライトと呼ばれる、アクリル風防ですね。この風防においてはやっぱりね、経年変化5年10年使っていくと多少擦り傷は入っていくかとは思います。そしてまた嬉しいのが防水スペック、これもね、高くていいですね。 200m 防水になってます。20気圧防水になっているので、汗とか雨っていう、普通のね、水関係はもちろんのこと、キャンプだったりバーベキューだったり川辺でね、もう水をバシャバシャかけ合って遊ぶような、そんなね、アクティブなシーンでも安心して使っていただけるような頼もしい防水スペックになってますね。スペックについては味わいのあるメカニカルムーブメント搭載されていて、サブの腕時計として初めてね、機械式時計楽しみたいよという方でもおすすめできますね。ただやっぱりその、ヘサライトといういわゆるね、プラ風防になっているのがちょっと心配っていう方もいらっしゃるかとは思います。ただこのキャラクターの腕時計、要は古風な、なんていうのかな、冒険ツールみたいなキャラクターを持っている腕時計だったら、多少の擦り傷も味わいになってくれるかと思います。個人的にはこの腕時計だったらプラ風防でもね、全然 OK だなと思いました。ヴィンテージスタイルの腕時計で味のあるメカニカルムーブメント搭載、そして安心の20気圧防水、これで499ドル、コスパのね、高い腕時計といって間違いないと思います。今ね、腕時計を探していて、人とは違う腕時計、癖のあるヴィンテージウォッチ、ちょっと楽しんでみたいなっていう方だったら絶対ね、刺さると思います。とにかくワクワク感ありますね。よかったです。まだ届いて数週間なんですけど、着用イメージ写真少しだけなんですが撮影してみたので、
コーデのイメージだったり、あとはサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。ヴィンテージスタイルの腕時計には違いないんですけど、サイズが小ぶりなこともあって、意外とね、どんなコーデでも、収まり良かったですね。カジュアルな服装はもちろんなんですけど、綺麗めな大人カジュアルっていう、そのジャケパンスタイル合わせても、こなれ感をプラスするアイテムとして、すごくね、いい腕時計だと感じました。またね、ストラップ交換をしてイメチェンしてみたんですが、いや、これもね、すごく楽しかったですね。このモデルだったらレザーストラップでもナトーストラップでも収まりがすごくいいので、いろいろねチャレンジしてみるのがいいかと思います。今ヴィンテージスタイルの腕時計を自分好みに楽しみたいっていう方だったら絶対ね刺さると思いました。今回はカナダのマイクロブランドフルークス様とのコラボレビューとして新作 FLX003 を時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。ヴィンテージスタイルの腕時計になっているんですが、どこかデザインっていうのかな、スタイルに癖があって時計マニアをねにやりとさせるような、そんなね腕時計に仕上がっていました。かなりね個人的には刺さった一本ですね。また価格的にも手の出しやすい価格になっているので、時計のことが好きで今ねちょっとサブの腕時計っていうのか趣味的な腕時計探してるんだよっていう方だったら、この一本ね楽しんでみるのも、いいかとは思います。ストラップ交換っていうのもすごく楽しいので、自分好みにイメチェンして自分だけの一本にして楽しむのがおすすめです。この動画を見てドキッとした方は一度公式サイトチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。